にちは、メイです。あいにくの曇り空ですね。今回はたぬき商店の外観をそのまま活かしても問題ないようなアウトドア用品店に作り変えていきます。前回作った道の先のこの辺りを作っていきます。島クリエイトを始める前に物申したいのですが、たぬき商店、たぬきたちの欲望出過ぎじゃないですか？デザイナー目線の話ですが、目立ちたい時に使うカラーの組み合わせなんですよ、これ。何が何でも目立ちたいっていう時に使う色なんですよね。目立ってなんぼの商売だなもとか言ってそうですが、この色なじませるの難しすぎるっていうのが私の本音ですが、なじませられないこともないので、いい感じになるようになじませていきます。タヌキたちが来る時に大切に育てた木が伐採されてしまうので、先に根から引っこ抜いておきます。たぬき商店周りのクリエイトが難しい理由は、たぬきの目立ちたい欲望にあると言っても過言ではありません。ご覧の通り、たぬき商店の前に木や看板などがありますよね。なじませポイントその1、遮蔽物を使い半分くらい隠す。正面から見た時に色が全面出ているよりも、半分くらいの方が目に入る色が少なくなるという単純な理由です。たぬきちたちの目立ちたい欲望を半分くらい消すイメージで半分くらい隠してあげてください。この右側の空いているスペースは薪置き場にします。お店の先にキャンプサイトを作るので関連アイテムを置きます。薪の前デザインは自作です。投稿してあるのでご自由にお使いください。木が植えられない場所は丸太の柵を立てていきます。お店の右側はこれで完成です。お店の前の道を整備していきます。今回はお店をアウトドア専門店にするので、道はあまり整備された感じにはしません。森の中にあると本格アウトドア店みたいでいいですよね。ちなみにお店の色をここまで綺麗にまとめ上げる任天堂のデザイナーさんすごすぎです。お店の左側は駐車場にします。白線のマイデザインも追加で投稿してあります。道は適当に敷いたので、適度に直しながら飾り付けをします。なじませポイントその2、周りの色は少なくする。たぬき商店はとにかく色の主張がすごいので、周りに置く家具はあまり色を使わないようにします。こっちにも木を植えて、たぬき商店を隠します。おすすめの色は白、グレー、黒、茶色がおすすめです。なんでこの色かというと、白などは無彩色といって何でも合う色だからです。茶色は色の主張が激しくないのと、たぬき商店の土台のカラーなので合いやすいです。これだけの色に加え、緑なんかも木や地面の色と同じなので合いやすく扱いやすいと思います。重要なのが青、オレンジ、黄色など目立ってしまう色を使わないことですね。なじませずにたぬき商店を強調したい場合は、逆に青やオレンジなどを使うといいかと思います。お店がまだまだ目立ちますね。こんなに隠してもまだまだ目立つ、タヌキたちの強い欲望が垣間見えますね。さらに隠していくために手前に木をたくさん植えていきます。手前に木をたくさん植えることによって正面の道から来た人は見えにくくなりますよね。そうすることでタヌキたちの欲望の塊を隠していきます。木はいろんな種類を入れずに針葉樹とシマトネリコだけにします。針葉樹を入れられないところにシマトネリコを置いていく感じですね。柵を立ててたぬきエリアを明確にしていきます。柵の奥の余ったスペースは少しだけ後で変えます。まだまだ木が足りないので木を植えていきます。ここの裏をまっすぐ進むとプライベートビーチがあります。そこに行くまでに森っぽさをじゃんじゃん出していきたいので、木をたくさん植える必要があります。そしてたぬき商店を後ろ側から見えなくしたいので、たぬき商店から奥4マス分ぐらいは木を植えます。キャンプサイトに続く道を整備します。
前回の動画で獣道は曲がらせると言っていましたが、面倒な時は別にいいかなと思っています。ここからは歩行者エリアということで当選簿していきます。ついにストックの木がなくなったので、幼木から大切に育てていきます。通行の邪魔なので一部切り株にしました。駐車場を柵でさらに囲みます。自然な感じを出すために雑草を植えていきます。丸太のスツールを撤去してここにレンタサイクルの場所を作ります。この白線も自作のマイデザインですが、いろんな方が公開されているのであえて投稿していません。自転車のロゴのデザインは投稿しています。ご自由にお使いください。自転車も自動車の色と合わせて白黒にしています。どれもこれもたぬき商店の色が眩しいからですね。こんな感じになりました。1時間1000ベルぐらいで自転車をレンタルできます。これで全て完成です。たぬき商店周りのクリエイトはいかがだったでしょうか。とにかくたぬき商店を隠していくだけのクリエイトでしたね。たぬき商店は目立ちたい欲望が反映されていると思った方はグッドボタン、チャンネル登録、メンバー登録がまだの方はお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。